こんにちは、J カムです。今回評判のいいトヨタのハリアーに試乗してきました。スバルのレガシー、アウトバック、フォレスターと乗ってきた私がハリアーをどのように感じたのかを紹介していこうと思います。今回はまずエクステリアとインテリア編になります。結論としては想像していたよりもずっと良い車だと思いました。購入した人の満足感は確実に高いだろうなぁと想像します。しかしスバルアウトバックフォレスターに乗ってきた私としてはトヨタさんどうなのよと思う点があったので、グッドポイントバッドポイントを具体的に紹介していきます。今回私が試乗したのはハリアー G グレードのハイブリッド 2WD タイプです。2リッターのガソリンエンジンはフォレスターを購入するにあたって比較検討のために RAV4 で試乗していて、私の走りの印象があまり良くありませんでした。そのため今回は 2.5 リッターハイブリッドに興味を持ちました。この感じがどうしたら伝わるかな。感じがかっこいい。なるほど。そうですね。そうですね。確かに。ちょっとこうなってるんですね。なるほどね。ハイブリッド 2WD の G グレードと Z グレードのエクステリアの違いを紹介します。19と18って言ったらもうやっぱりなんか乗り味やっぱ変わりますよね。そうですね。やはりもうここの厚みによってのなんか路面との伝わり方ってああ、そうですよね。結構大事なんですよ。19インチだとやっぱ扁平がもうちょっと薄くなるので、まあ、お客様はそこまでの違いはないけど、音の感じだとこっちの方が静かかなっていう。ああ、そうなんですね。俺でも静かな方が好きだから、だから18の方がいいのかもな。まずは同じハイブリッド 2WD の G グレードと Z グレードの違いを紹介していきます。実際にハリアーに試乗してみると室内の雰囲気に好印象を受けました。クーラーの送風口のデザインはかっこよかったです。ドア部分の質感も良くてホームページで受けていた印象といい意味で裏切られました。やはり400万円を超える車だけあって細かいところまで丁寧な加工や質感がされています。オル
番タイプ。子供にとっての一番のバッドポイントが CD、DVD が見れないナビゲーションシステムです。子供たちは車の中で映画を見るのが好きなので、これだけで次女はマイナス50点をつけていました。した感覚も高級感があるよ。間違いない。パーキングや運転モードスイッチ類がハンドルの上奥に配置されているのは私にとってマイナスでした。私の運転スタイルを考えると、フォレスターのように肘掛け近くにあるか、またはハンドル部分にあるのがベストだと思います。後ろどう？ちょっとやっぱりサルーンになってるから座り心地があって、座り心地はいい？長時間座ってもあまり疲れない。ああ、なるほどね。私が一番気に入っているのはデザイン。デザイン？このデザインが一番好き。本当？本当好きです。ちょっと一番後ろまでこう座ってみて。座って座り心地もいいから、ちょっとぴったりでいいと思います。なるほど。高さもちょうどいい。足のここのほら邪魔になる？この真ん中移動するときとか。ちょっと邪魔になるかなと。考えさそうだね。いい感じ。ここの座るところだけこうクッションに、ちょっとクッションになって。どこ？スターと違って、ハリアーはこの座るところがちょっとクッションになっていていいと思いました。なるほど。この感触か。待って。やっぱここら辺の高級感があるね。すごい、ここら辺は高級感。ここの差分があって、容量はでもまあフォレスターより入るだろう。そう？うん。それあんまり入んないと思う。あとこれか。これがここに移動できる。これの質感もいい。またいいのがこれが移動するんだな。ここを置いた時の感触も。ここはデザイン書いてあるんだ。ここの感触も良かったな。そうか。どこか土日で具合が悪いと、娘様、オペレーターに接続してください。土日やってる病院近くで探させていただいたりですね。あ、そうなんですね。あとはエアバッグが作動すると勝手に救急車呼んでくれたりとか、警察にっていう。あ、そうなんですね。基本的にこの車自体がコネクティッドカーっていうインターネット通信として。ああ、そうなんですね。ああ、そうなんだ。だってめちゃん。そうなんだ。やっぱりこう後ろから見た感じも良さげだね。じゃあめいちゃん気に入ったんだこれ。気に入ってる。広いですね。座り心地いいでしょ。広い。この高さが結構高い。フォレスターよりこの高さがちょっと高い。ああ、そうだね。
囲まれてる感はあるんだね。窓が狭いんか。でもフォレスターよりはやりやすいね。早いね、しかも。早くて、でもこのなんか押す感じが気持ちいい。フォレスターはこの感じなのですけど、ハリアーはこうやってボタンを押してボタンを押してね。光る感じ。正直ちょっと高さの部分、はい、ここがスッとこう空面、デザインをちょっと重視したので、前はやっぱりここまであったので、ちょっと高さが荷物積む時に下がる。なるほどね。これも結構入るんですか？入るんだな。これは何なんですか？やっぱ音ですよ。音。下から来る音。なるほど。すごい。結構入るんだな。見て面白い。移動するようだ。いっぱい入るね。結構入るんですね。私ががっかりしたポイントがあります。ハンドルがラブ4と同じ操作部分で安っぽいところです。これは私としては購入するかどうかに直結する部分になります。私はベンツのハンドル操作部分が大好きで、このハンドル部分のデザインは運転席の中で重視しています。ラブ4試乗時も私の好みでなかったのに、まさかハリアーと同じとは絶句してしまいました。これだけ高級感のある内装なのに、ここだけ悪い意味で浮いてしまっています。最後に私のトヨタさんの姿勢でがっかりしたポイントです。400万円を超す高級車なのに、温熱シートベンチレーションがオプションだということです。ラブ4の試乗時にも感じましたが、トヨタはあらゆるものがオプションになると思いました。フォレスターはヒートシーターは標準です。ベースは同じぐらいの値段でも、スバルと同じ装備をトヨタで行うと50万円以上差がつく感じです。よく言えばトヨタの商売上手、横綱商売ですが、さすがに400万円を超すハリアーでも同じようなことをやると単純にケチと思ってしまいました。言葉が悪くて不快に思われた方がいれば申し訳ありません。これはあくまで個人的な意見ですので、寛大な心で聞いてもらいたいです。今回はエクステリアとインテリアを見ていきましたが、ハリアーはすごくいい車と思います。子供も気に入っていました。子供の点数は50点です。もし CD と DVD が見れたならほぼ100点だったと言っていました。私の点数は85点です。ハンドル部分がもっとかっこよかったら90点だったと思います。私はフォレスターの動画や在宅勤務環境の動画、ガジェット動画やキャンプの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。